レギュラードジョンです。今回はナビ VS バタングですね。コスモリーグという大会のラウンド4、なので、準決勝ですね。準決勝の対戦になります。今日は、はぐれメタル T シャツを着て、この前ね、明星杯優勝でもらった T シャツを着ながらやっていきましょう。というわけで早速やっていきます。はい、というわけで早速やっていきましょう。ルートライダー編成ピカス。豪華弊社型。キングに、なるほど。ポイズンリザードをキングに採用してますね。フェニックスではなく。最近フェニックス使わないで違うやつつけるのも流行ってますね。もうキングが死なない前提で動く立ち回りの方が多かったりするっていうところもあって、キングにフロスティとかそういうものをつけて、最近ね、強いプランだとこうしてスーパードラゴンとかね、援軍が結構強いものが出てくることも、クイーンを内側に入れないっていうやり方をすることが多いので、なんですけど、今回ロイヤルチャンピオン入れてきましたね。で、レイジからの一気のトーム。おージャイアントアローを一直線タウンホール起動をしていって、キングとクイーンを6時展開。なるほど。で、タウンホールの方は、なんだこれ、オーバーグローで意味わかんない。緑のあれが見えないけど、そういうあれなのね。なんか神々しいタウンホールみたいになってるけど、で、防衛援軍やっぱスーパードラゴン出てきましたね。こういった援軍に対して強いので採用してたんですけど、ポイズンリザードだけが多分突っ込んで、ポイズンリザードからやられちゃった形かな、これは。で、タウンホールが現れて、レイジフリーズが一発ずつ残ってるところなんだけど、ユニットだけでこんなに押せんのすごいね。ヒーロー、キングクイーンで下側使ってて、左サイドはね、ロイちゃんウォーデンついてたんだけど、右サイドってね、もう、ルートライダーバルキリーしか進んでないからね、それだけでこんな進んだんだ。すごいな。ジャイアントアロー来ましたね、一直線。いや、今のうまいな。確かにこういうのありだな。ジャイアントアロー。今、インビジブルタワーが真ん中ね、日本とか結構流行ってるんでね、ジャイアントアローの起動っていうのはありかもしれないですね。さあ、ライドラッシュ9体の採用です。かなり多い。ここは最速低いヒーラーつけて、クイヒーというか、クローク使ってヒーラー増やして、10日弊社キングを外周流していくようなやり方。ガントレットレイジですね。クイーンの方はフローズンヒーラー。ちょっとライドラとかね、ドラゴン系の人たちって、ヒーローギアの選択、他の通常のね、選択とちょっと変わったりする人も多いからね。タウンホールの方フリーズかけて、中央モノリスのところはトームが一応入ってたところか、スケルトンの呪文とかも置いてるんだけど、ここはカバーできないので、フリーズをかけていきます。で、クイーンの方はヒーラーついたままぐるぐる回って、特にウォールブレーカーとか泣ける予定もなさそうですね。で、特化弊社とキングがこの辺は一緒になって外周サイドカットしてくれてるんだけど、ライドラの方もそっちに安いとかの影響で流れてしまう。さあ、ここフリーズかけてもう一発入れてほしいところだったんだけど、落とせず、ブーメランとヘイストですね。かなり強力な、攻撃目線のことしか考えてなさそうなヒーローギアの選択肢なので、開幕で能力使ってきましたね。こういう使い方をするためにこの採用はいいかなと思います。両方ともね、自分から切っていきたいヒーローギアの2つですね。エイスとグスリーと、ブーメランヘイストでしょ？うん。HP 回復とかが一切ついてないからね。ライドラッシュもうまく決まってナイス展開でしたが、グルートライダー編成。ジャンプ採用、これはあれですね。シンクロニックゲーミングがジャンプ型のキングにジャンプを使う形のね、ルートライダー編成っていうのをかなりやってて、それが実際強かったんですよね。キングのためのスーサイドみたいな感じやってったんだけど、おー神ムーブキング偉いっすね、今の。気づいてくれました。こっち行っちゃいけないんだって気づいて巻き戻ってくれましたので、本来進んでほしい方向に、これタウンホールまでジャンプで見ていくようなプランニングになってますね。で、一気にジャイアントガントレット飛ばしていって、この辺、ハイダメージで飛ばしていきます。タウンホール付近のところまで大きく削りたいんだけど、アイゴレがちょっとキングの方に行ってしまって、タウンホールも起動。さあ、モノリスのダメージもキングにめっちゃ入っているので、タウンホールまでは落とせるかどうか怪しくなりましたが、近場までルートライダーも押し寄せてますね。モノリスの方はクイーンで拾いつつ、スケルトンの呪文を置いてシングラリティのタゲを取っていくと。タウンホールまでは落とせなかったんですけど、結構 HP 落としてくれたので、ちょっと触るだけでも落とせますね。タウンホールはいろんなユニットが最後回収をしてくれて、10日弊社から出てきたホグとロイヤルチャンピオン、ついでにロイヤルチャンピオンもホグを生み出して、早い。エイスト薬は
いいですね。ホグヘイストは、この手の戦術にぶっ刺さりますね。強い。さあ、DP。この人はね、レジェンドリーグとかでもトロフィーが高い人で、編成的にはクイヒーとかラバルとかをやってる人なんですけど、対戦になるとやはりルートライダーの編成っていうのを習得必須ということでやってるみたいですね。さあ、バルキリー、ルートライダー、キング入れて、まあこれもオーソドックスに、特化弊社自分で割ったもしかしてこれ。ちょっと見逃したんですけど、10日弊社自分で割ったな、多分これ。まあ、ヒーローと兵器が割かしね、近い位置にいるので、多分自分でミスタップで押しちゃったんじゃないかなと思います。ヒーロー出すときに、兵器の解除、たまにやっちゃうんだよね。わかる。昔俺もやったことある、このミス。最近はほぼやることはないな。まあ、珍しめのミスの方なんですけど、やってしまうことありますよね、たまに。で、6時の方から流したロイヤルチャンピオン、まあ8時側だね。ロイちゃんはロイちゃんに対して対応できて、クイーンの方にね、ストライカー飛ばしてトム合わせるって形、ちょっとフリーズ外れてしまうが、フローズンアローでまあややフリーズみたいなね、同時り合わせをしていきます。ちょっとだけミスがね、目立つアタックにはなってきてますが、それでもルートライダーが強かったので、中央はある程度削り、クイーンが真ん中削ってくれて、ここどうですかね、ロイヤルチャンピオン、ホグヘイスト、上段大砲を一気にかわして、キングのターゲットもホグライダーに移したことで、キングの HP もだいぶ削って、ホグヘイストだけでキング削りきれるんだね。一周分でもう、キングのタゲがロイちゃんに入らなければ、それだけで落とせちゃうんだね。強いね。で、裏側もウィズトのターゲット、スーパーバーバリアンが一生取って、全然落とせなそうだな、ウィズトじゃ。キング、クイーン、ロイヤルチャンピオンとババが2体残っての展開になりました。ナイス展開。さあ、星さん。71天才のラバルですね。ジャイアント5体とかなり積んでますね。まあ、マルチアーチャータワーとかその辺のターゲット拾いに行くのかな。キング入れて、ジャイアントが2体ほど走ってきました。で、反対サイドを、投石、ハイヤーも始まりました。突撃艦ストライカー1機のトームですかね。オイラはしないで一気にトームまでかけていって、ジャイアントを使っていくことで、これはユニコーンも守っていきたいイメージだと思います。で、6時の方もラバル同時でもうスタート入ってます。で、タウンホールまでイエティ入れたんだけど落とせそうですね。で、キングの方外周部でストライカー処理してて、もうバルーンもどんどん囲い込むように展開されていきますね。で、ロイヤルチャンピオンも能力発動してますね、上で。エイスト薬を使っていくことで、アイゴレに捕まる前にモノリスまで落としきって、クイーンの方もクロークを持った状況で残っている。6時も同時並行でラバル入れたんですけど、エアスイがガンガンに効いてるんでね、こっちに呪文も咲かなかったことによって、ちょっと6時側のラバルの方は溶けてしまった形ですかね。というか、バルーン自体がもう落ちますね。バルーン自体はここで落とされてしまう。6時側になんかヘイスト一発とか打つか、それぐらいでだいぶ世界が変わったような感じになりますかね、結論。ただ、ここロイヤルチャンピオンが最後拾い切ってシングル IT も落としていって、前回、素早いラバルでしたね。キルビロス。この人もね、昔世界大会で出た若い人なんですけど、オーバーグローとジャンプ両方採用していく形。多分ジャンプはキングのために使うと思うんですけど、キング来ましたね。ゴーレムキングと展開していって、ルートライダー。オールブレーカーは12時かけるのかな、そしたら。ルートライダーも9時の方最低。これ10日弊社のために穴開けも一緒にしてあげてるようなイメージですかね。そうだよね。それキングなかなか怪しいよね。それ、でもキング戻ったわ。えら。で、ジャンプからの一気の、ジャンプじゃない、レイジからのトームかけつつ、キングのためにジャンプって、奥側に対してオーバーグローを割いてるような形ですね。ここキングジャンプの方間に合っていきまして、大きく削りを入れていきます。イメージ的にはだから上側をキングに削ってもらうことによって下側が残るので下側をロイヤルチャンピオンとルートライダーで進めていく。で、そうすると気づけば真ん中が残って後でオーバーグローで現れるのでそこに対応してみんなで頑張りましょうという形ですよね。さあ現れます。インフェルノ3連投。クイーンの方もジャンプ側に寄ってたみたいですね。で、レイジは反対サイド。
この裏施設とかをスーパーバーバリアンとかがね、本来削るんですけど、ちょっと削りが間に合ってないので、こうして外周部広がっていくような形ですが、ユニットは戻っていく。ロイヤルチャンピオンがね、ヘイスト薬がやっぱ強くて、残ってる防衛施設たちって、ブーメランで飛ぶような形じゃないんだよね、オーバーグロー型だと。一本一本の全開のアタックが早すぎてちょっと解説したいところとかもね、間に合わない速度で全開がどんどん飛んでいきますね。オーバーグロー型をやって、終身がやっぱりタウンホールとか、クロスボウとか投石になったところで、ブーメランじゃ落とせないんですよ、この辺の防衛施設って。こういう HP の高い施設に対してヘイスト薬を使っていく方が本来強いという形で、10日弊社キングを置いて、これはジャンプは使いませんが、ウォールブレーカーで進めていく形なのかな。ウォールブレーカーこれ繋ぐんじゃないワンチャン。さあ、ルートライダー編成、9時側の方から。やはり来ましたね、ウォールブレーカー。ジャンプの代わりにキングをウォールブレーカーで誘導していく。うまいね、この辺も。スーパードラゴンこっちで引きつけれたのうまいよ。これはクイーンがスーパードラゴンに対応できるので、ポイズンは打たずに、フローズンアローだけでも封殺していく。で、タウンホールのところを固めていくような形ですね。で、キングにストライカー合わせていって、バルキリーたちも、ここはキングに対応してくれつつ、キングクイーンルートめっちゃいいな、これ。もはやキングを外周で使っていくという。で、ロイヤルチャンピオンはもう能力発動してますね、ヘイスト薬。そうすると、ジャイアントガントレットもヘイスト薬も中心に残ったこの火力の高いところに使えなくなっちゃうっていうデメリットがあるんですけど、その分ね、序盤で使ったことでユニットたちが延命されて呪文も大量に残ってってところなので、この辺は見極めが大事ですね。プランニングの段階っていうところもそうだし、プレイ中にこれはもう大丈夫だなって。もう能力を切っても残りの余力で落とせるな中心部はっていうのが把握できないと切れないヘイスト薬ですね。さあ、圧倒的全開賞、もうルートライダー編成縛りで、いかにいい全開、早い全開を取れるかっていうのがね、今の環境なんでね。スーパーバーバリアンとか弊社キングと、クイーンと置いていって、残された中央部分からルートライダー一気の変開ですね。この人も、レジェンドリーグとかね、上位にいて、ラバルとかをやってる人ですけど、対戦になるとちゃんとルートライダーとかもやっていくっていうところ。多分、レジェンドリーグとかでも今頃はこういう編成とかもやってるのかな。で、オーバーグローで今回はタウンホールではなく、タウンホール横のね、火力の高いところを止めていきました。で、レイジつなげて火力を上げていく。でこういうところね、ヒーローがつかなかったルートライダーの方って、ロイちゃんの処理、このヒーローの処理が大事なので、ストライカーとか結構多めに積む方が僕は好みなんで、サバカネール、ストライカー4枚も積んでますね、僕は。さあ、タウンホールの方が、当然ずーっと隠れず真ん中残ってったところ、いいタイミングでタウンホール横の施設が現れて、ちゃんと今回ね、キング、クイーン、ロイヤルチャンピオンすべてのね、能力を残してあったのでっていうところなんだけど、なんか使わないでもルートライダーだけで普通に突破ができちゃいましたね。素の強さでご利用しましたね。タウンポイズン受けつつ、モノリスのところを、フリーズレイジは使ったとはいえ、割とすんなり突破してくれるのって、バルーンとかだとやっぱこういうの突破しづらいっすよね。全然突破できちゃうのがやっぱルートライダーの強さかな。両者やはりこういう編成しっかり練習してるので、連動が高いですね。さあ、あっという間の最終アタックで現在4分の4全開同士、どちらもタイム非常にいい形になっております。クラウス、これジャンプとオーバーグロー両方使っていく形。当たり前なんだけど、オーバーグロー対策の配置とか増えてきて、単純なね、ルートライダー編成では全開が取りづらいように頑張ってみんな配置を作っていくので、対策されていくんだけど、そういったところをね、カウンターじゃないけど、ドラゴン編成の時とかもあった傾向ですが、ここはジャンプを使うことで、その、ルートライダーメタを逆にメタっていくみたいな感じで進めていきますね。ガントレットがとにかく強いので、本来ならばね、タウンホール付近のところをキングで飛ばしていきたいところなんだけど、逆にね、タウンホールと反対サイドの方をジャンプキングでボコボコにしていくっていうやり方で今、流行ってるんですね、このジャンプ型。もうタウンホールを本当に終点にしていかないといいタイムも取れないからね。かなりリスクあるようにね、パッと見は見えちゃうところなんですけど、これが最適解まである現状なんでね。クイーンの方はユニコーンを失いつつ、ここでフリーズかけてヒーラーを生み出していきます。
まあ、キングの方もほら、こういう火力の高いところをね、乗り切った上で普通に生きてるんですよね。まあ、今回はやっぱりジャンプキング型なので、キングの稼働率が長い方がいいので、さすがにヒーローペットっていうところはフェニックス採用。まあ、こういうキングを全面的に活かしていきたいときはやっぱフェニックスの方がいいですね。さあ、最終アタックランスロッタも、ウェイクが1枚入った形なので、あ、なんかこの配置さっき、なんか似たような、あ、微妙に違うか。なんか同じような配置ありましたね。インフェルノタワー3本。これどっちのせいだっけ？ナビの配置が2つ被ってんのかな？微妙に違うところもあるかもしれない。さあ、ランスロッタ。タイム的にはナビの方がリードしてるような形になってると思います。さあ、クイーン、投下兵士を両サイド置きつつ、真ん中ルートライダー発進で、クエイクでタウンホール起動して一気に引き潰していきたいみたいな感じだと思いますね。で、ストライカーとかも出しつつ、タウンホール起動していって、レイジトームかけていきます。うん。ちょっとユニット大きくそれてますね。スケルトンの呪文を置いて、ここも後手になってるので、クイーンがターゲットを受けてしまって、クロークが出そうなところ。さあオールブレーカー使っていきますが、ここはヒーラー人形ではないので、このクローク割いたのはかなり痛いかな。バルキリーの方も一瞬で溶けていって、クイーンは落とされていって、これを守るんじゃないかというところ。さあ、防衛ドラゴンが、強い防衛ドラゴンめちゃくちゃ強い。さあ、クイーンが内側に入れられないことで、ドラゴン処理をできるユニットがいなくなってしまったところ、さあ、ここからもう相当きついでしょう。裏側スーパーバーバリアンで回収は入れていくんですけども、あとはロイヤルチャンピオン、ここで能力発動、ヘイスト、ホグを入れていきますが、盾が全くいないのと、スケルトンの呪文もね、マルチ IT2 つあるところに打ってもやはり効果は薄いというところで、防衛ですね。まあラストアタックね、やっぱりタイムも相当要求されるところなので、まあ焦ったというか、かなりプレッシャーのかかる中で、よりね、早い展開で全開を取らなきゃいけないというところでミスが生まれたところかなと思います。さあ、オーバーグローをかけた中央部分、全部が丸々残っていったというところで、タウンホールから入ろうとした時に防衛施設がね、この1層目にほとんどいなかったことで、それて12時側に回ってってって感じで、ちょっとアタックミスになったような感じでしたかね。トータルで見てもタイム的にはやはりナビの方が早かったんじゃないかなと思うので、このままちょっと飛ばしていきますが、15対14でナビの勝利。めちゃくちゃ強い。はい、というわけでね、終わりまして、15対14、バチクソに強かったっすね。タイムの方見ていきますか。1分18秒というところで、対戦相手ラストアタックがちょっと長かったんでね、1分42秒までにはなっちゃって、前回になればそこそこいいタイム同士の対戦だったんじゃないかなと思います。いやー、どうしてもね、やっぱルートライダー一辺倒な形になっちゃいますね。ホッサンはラバルはやってましたが、というところで、ラバルをね、クラスですらもうラバルをやめて、ラバルよりもルートライダーの方がいいタイム取ってるところよく見るので、やっぱ今の環境、ルートライダー対策された配置をいかにルートライダーで取るかっていうところが大事っていうか、それ以外ないかな。どのクラン対戦でも多分こういう対戦になってるんじゃないかなと思います。じゃないとね、上を目指せないんですよね、多分。選択肢的に、もっと画期的なね、バカ強い戦術、バカ速い戦術が生まれたらまた、こっちも考えなきゃいけないかもしれないけど、やっぱりね、ルートライダーのいいところは、いろんな配置に同じような形で攻めれるっていうところ、かつ簡単っていうのがやっぱいいところかなと思って。で、その中で違いを生み出すために、タイムみたいな要素があるっていうところで、そのタイムのところでね、極めて、非常にいいタイムでね、今回勝つことができたという形かなと思います。はい。実質15対14なんですけどね、タイムの圧力によって相手の点数を14に下げたっていうところも言えると思うので、はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。